はい、というわけで、どうも、草津です。先日ね、このニコンの Z6-3、この N ローを使ってね、久しぶりにシネマティックな Vlog を撮ってきたので、すでに発売済みのカメラでもいろんな方がね、細かいレビューはされているので、今回は僕はね、動画周りの、実際の使用感にフォーカスして皆さんにね、僕の感想を、お伝えできればなと思います。今回ね、撮ってきた映像は Z6-3 の強みを生かして、ほぼね、全編 6K の 60p、12 ビットの N ログで撮影してます。動画でね、ローをまだ扱ったことがない人も多いと思うので、そのあたりもね、今日は解説していきたいと思うんですけど、撮ってきた映像のね、フルバージョンは別の動画としてアップしているので、この動画の、最後と、あと概要欄にもね、リンクを貼っておくので、ぜひ、そちらもね、参考にご覧いただければなと思います。また、写真もね、今回モデルさんと撮影してきたんですけど、レンズとか、あとは Z6-3 の写真周りの話は、今度、ジェニックさんの方でね、ウェブの記事になるので、ぜひそちらの方もチェックしていただければなと思います。まずは今回僕は久しぶりにニコンのカメラで、動画を撮ったんですけど、改めてね感じたニコンでの動画撮影の強み、これはねやっぱりニッコールレンズ。とりわけね S ラインのレンズの描写力だとぶっちゃけ思いましたね。普段ね僕いろんなメーカーのカメラやレンズを使わせてもらってるんですけど、久しぶりにニコンのねカメラを使うっていうのもあって、Z6-3 にこのね、これ 135mm の F1.8 のプレナをつけて、もうファインダーを覗いただけでもいきなり感動しちゃって、正直お世辞にも小型軽量とはこれ言えないんですけど、改めてね今回撮ってきた写真や動画の仕上がりを見ると、この光学性能に振り切ったねこの硬派なレンズボディを通して、切り取る世界っていうのはもう圧倒的だなと思いましたね。でもね、でかいし重いので、総合評価的に見れば、一長一短な部分はあるんですけど、でもレンズにとって最も重要な光学性能に関して、特にね、こいつはめちゃくちゃ強いなっていう印象を感じました。で、あとね、このニコンのレンズは、ちょっとシャープすぎて動画には向いていないなんていう声がね、一部あるらしいんですけど、これはね、僕違うと思ってて、確かにね、エモいルックって、シャープでバキバキな絵っていうよりも、ちょっとノスタルジーを感じられる、甘さのあるルックが好まれたりはすると思うんですけど、ただ、それは後から編集でいくらでも調整できるので、シネレンズだったりとか、あとはヴィンテージレンズのね、ルックを求めるっていうんじゃなくて、現代のレンズの中から選ぶ上ではやっぱりね、シャープなレンズを選んだ方がいいかなと思ってます。後から絵を柔らかくすることはできても、その逆は難しいですからね。今回の映像はこのニッコールレンズのシャープな写りを活かしたかったので、後処理で柔らかくしたりとか、そういった処理はね一切加えてないので、それも普段の僕のテイストとはちょっと違う部分かなと思うので、そのあたりも注目してみてもらえると嬉しいです。で、この Z6-3 についてまずね最初に触れたいのがやっぱりオートフォーカスの性能についてですね。ニコンはね AF が弱いっていう声をこれまた SNS とかでね、目にすることがあったので、そこはねちょっと覚悟してたんですけど、実際に今回使ってみると拍子抜けしたというか正直使ってみて AF に困ることはねほとんどなかったですね。言っときますけど、別にこれ今回ニコンさんのスポンサーを受けて動画使ってますけど、忖度は一切しなくていいって言われてるんで、忖度はしてないです。でもちろんね、業界最高水準とまではいかないんですけど、今回撮影に使用したレンズのほとんどが、F2 以下の被写界深度が非常に浅いレンズを使用してたんですけど、人物をしっかりとね検出してフレーム内で前後に動こうがちゃんと追いかけてくれるし、人物を捉えていた AF がね急に暴れ出すなんていうこともなかったとは言わないんですけど、それでもね今回撮ってきた映像の中で1カットとか2カットぐらいですかね、そういった感じのことがあったのは。でこれはどのメーカーのカメラを使っててもそうなんですけど、オートフォーカスの精度を高めるには設定をちゃんとしてあげる必要があって、Z6-3 でもオートフォーカスのエリアモードや被写体検出っていうのを全てオートで撮影するよりはきちんとね、エリアを絞った方がやっぱり失敗は少なくなります。で今回 Z6-3 を使ってて良いなと思ったのが、オートフォーカスのカスタムワイドエリアっていうやつで、
オートフォーカスを効かせる範囲っていうのをただの四角とかじゃなくて、縦とか横方向のすごく広い範囲に限定するっていうことができたんですよね。これが引きで撮影するときにもう画面内にいろんなものが映ってたとしても、このエリアでちゃんと AF 合わせてねっていう風に伝えることで、失敗もすごく少なくね使いやすかったです。またオートフォーカスの速度とか追従感度とか、あとはね、オートフォーカスロックといった、障害物が前を横切った際のね感度調整、こういったものはどのメーカーにもあると思うんですけど、それぞれやっぱり癖はあって、Z6-3 では初期設定だとかなりね AF の速度とか感度っていうのはゆっくりだなという風に感じたので、僕はねこの辺りの速度を初期値から結構上げて今回撮影しました。使用するレンズによっても、正直オートフォーカスの速度っていうのは変わってくるので、しっかりとね、この辺りを調整することもおすすめします。で次に Z6-3 の、動画に関してはやっぱり最大 6K60p をクロップなしで撮影できるのは、せっかくのねフルサイズ機なんで、映像が狭くならずセンサーを余すことなく使えるっていうのはすごく良かったですね。で 6K は 4K で書き出す場合1.5 倍まで拡大しても、ピクセルの損失がないので、撮影時にね三脚を立てて割とラフに撮影しても後から水平を調整したりとか、構造を再調整できるっていうのはほんとめちゃくちゃ便利だし、後処理で、手ブレ補正をする場合だったり、あとは演出としてねデジタルズームとか、あと逆に手ブレを少し足してリアルな臨場感を演出したいっていう場合にもね画質を保てるのはすごく良かったですね。映像はねやっぱとにかくね構図を決めたら1歩か2歩下がって余裕を持ってちょっと広めに撮影する、これはマストですね。でさらにこの Z6-3 は12ビットのローを内部収録できるっていうのもほんとね、これはすごく大きな特徴の一つだと思います。非圧縮のねローで記録されるデータは、圧縮フォーマットと違って非常に高いビットレートで記録ができて、センサーの生のデータを記録するのでね、例えば撮影時にホワイトバランスとか、露出の設定をミスってたとしても後からね劣化なく変更することができます。で今回もね僕ログ撮影しようと思ってたところを間違えて SDR で撮っちゃってたシーンがあったんですよ。でもローで撮ってたんでそれすらね後からN ログに切り替えることができたのでね、それは本当今回助かりましたね。また12ビットで記録できるっていうのは非常に多くの色情報を含むので、編集時に色味を大きく変更しても色の破綻が起こりにくく、そしてN ログと組み合わせることでカメラの最大のダイナミックレンジでハイライトとか、シャドウのディティールを保ったまま映像を記録するっていうことができます。ここまで聞くとローをこれまで扱ったことがない人ならもう最高じゃねえかって思うかもしれないんですけど、 N ローや N ログで記録した映像は本来カメラの内部で、画質を向上させるために行うノイズ処理といった様々な処理を全てすっ飛ばして記録するので、取っ手出しだと特にね暗所での撮影は正直圧縮フォーマットの H265 の SDR で記録しておいた方が高画質にね感じることはあると思います。そうなんですよ。ローとかログっていうのは、それで撮っておけば最高の画質を手に入れられるっていうんじゃなくて、純粋な素材として映像を記録するものなので、本来カメラの中で行われている画質を向上させる処理っていうのも全部自身で行わなければ期待する結果を得ることはできないんですよ。でそれにははっきり言って相当なグレーディングスキルが求められます。またグレーディングスキル以外にもノイズ処理を行うにはね相当なパソコンのスペックが要求されますし、今回ね3分半の動画を撮るのに、NG カットとかあとは未使用データ、それらも全部含めてですけどトータルで 1.3TB ぐらいのね容量になってました。それらを全部乗り越えれば N ローや N ログで記録したデータはとにかくグレーディング耐性が高いので、後からね細部までほんとこだわって調整することができます。で僕はね今回の撮影では屋内も含めて一切特殊なライティングっていうのは行ってません。全てね自然光や普通の家の中の照明で撮影してます。で本来ライティングといったね大掛かりな作業っていうのは、撮影コストがすごく跳ね上がってしまって数人のチームじゃないとなかなか難しいんですけど、そういった、今回みたいなケースではね
映像のこの画力を上げるために編集で光を大きく調整してます。このカットも撮影時は本当日没寸前だったんですけど、前のシーンに合わせてまだ日が高い時のように見せてます。こういった場合単純に、露出を上げりゃなんとかなるっていうわけじゃなくて、意外とねこう細かい調整をしなきゃいけないんですよ。でそういった撮影時のいろんな制約をグレーディングでカバーできるっていうのがクオリティにこだわりたいワンオペ映像クリエイターにとってね、ローやログで撮影できるっていうのはかなり強い武器になると思います。でも正直やっぱり扱うのは難しいので万人におすすめとは言わないんですけど、でも Z6-3 をね、動画機として検討する方にはぜひチャレンジしてほしいなと思います。であと今回、最初にね 6K60p のローで撮影しようと思った時に熱の心配をしてたんですけど、僕のスタイルはねもうワンカット本当数十秒、長くても3分以下といった形で、ちょこちょこ撮影していく分にはね、問題はなかったです。じゃあ最後にね、今回僕が Z6-3 を使って感じた良かった点、またいまいちだった点っていうのをまとめると、僕はね今回ニコンのカメラでがっつり動画を撮るのはこの Z6-3 が初めてだったので、他のニコンのカメラで動画を撮ったことがあるっていう人と少し感じ方は違うかもしれないんですけど、良かった点としてはすでにもうお伝えした通りやっぱりね動画性能の高さ、特にローを内部収録できるっていう点ですね。正直 Z6-3 で撮る映像は全部ローで今後じゃあ撮るかっていうと、やっぱそれはコストがかかりすぎるんでないんですけど、いざっていう時の選択肢として外部レコーダーとかがなくてもねパッとローに切り替えて撮影できるっていうのは強いし、あとやっぱりねローを扱えるっていうだけで自身のねグレーディングスキルを磨く機会を得られるので、それは本当にね高い買い物をする価値があるかなと思います。で逆に使ってみて不安に感じた点というとね、これはね僕が映像に特化した、1000万画素台のカメラを普段使っているから感じる部分なのかもしれないんですけど、 N ログだとノイズは出るっていう風に言ったんですけど、それにしてもちょっとノイズは多めかなと。もちろん補正できないレベルではないんですけど、でもやっぱり補正すればするほどディティールっていうのも同時に失われてしまうので、そこはちょっともったいないかなと思いましたね。また AF に関しても、今回ね明るい場所からこう暗い場所に移るっていうシーンを撮ろうとしたんですけど、そこでねどうやってもピントが来なくて、仕方なくね撮り方を変えるっていうことがあったので、そのあたりからもねちょっとやっぱり暗所が得意とは言えないのかなとは思いました。あと動画のH264 とか265とか、一番使うであろうあのあたりのフォーマットで記録する時のバリエーションがもうちょっとあってもいいんじゃないかなと思いましたね。少なくともねカラーサンプリングが 4:0 だけじゃなくて、4:2 が選べたりだとか、あとフレーム間圧縮方式もロング GOP だけじゃなくて、オールイントラとか、そのあたりをねこう細かくちょっと選ばせてほしかったですね。であとねすごく細かいんですけど、今もちょっと撮影しながら気を使ってたんですけど、これはねちょっとこう動画を撮る上では何とかしてほしいなと思いましたね。はい、というわけで、以上がですね今回この僕が Z6-3 で動画を撮ってみた感想になります。使ってみて本当にね楽しかったし良かったです。またねローとかログの扱いだったりだとか、あと今回ね本当いろんなレンズをお借りしているので、これらについてもねもうちょっと触れたかったんですけど、またそれはね機会があれば動画にしたいなということで、今回の動画は以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。